ガンスっていうところに振っている唯一無二のメーカーかなと。しなやかさというよりもしとやかなんですよね、この車。全プレミアムツーリングのお手本になる、もうびっくりするぐらいビタッと東京山形一瞬ですよ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日ご紹介するのはこちら BMW アルピナ D3S ツーリングご紹介してまいりたいと思います。こちら一般道市場となりますけれども、内外装と使い勝手編に続きましてやっぱり走りがアルピナです。こちら最後までご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。ものすごい衝撃でしたけれども、このアルピナブルカルトボーヘンジーフェンという有限会社がドイツにありまして、60年の歴史を持つですね、メーカーでありチューナーであるというのがアルピナなんですけれども、この、アルピナ BMW とのね強いコネクションで、非常に有名です。でもう一つ有名なところはですね、このアルピナという会社も非常に生産台数が少ないんですよね。だいたい年間1700台ぐらいで、うち日本に導入されているのが、2割あるかないかぐらいのことなので、日本でですねこのアルピナって割と知る人ぞ知るというか、ちょっとこうなんか玄人っぽいねブランドとして知られてると思いますけれども、にわかにですねやっぱり注目を浴びたのがなんかちょっと皮肉なんですけれども、商標を BMW に AG にね譲渡するという話が出てきてからなような気もします。ただしですね、この、BMW 傘下に入るというわけではなくて、アルピナ社は商標を売却したというだけなので、実はですねこの60年に及ぶアルピナの歴史に終止符が打たれるわけではなく、独自の独立した会社としてですね、今後も、そのチューナーの作業であるとか、それからパーツの販売であるとか、そういうメンテナンス作業であるとか、販売したねすでに販売したアルピナ社のメンテナンスを行っていくという話ではあるんですけれども、実際問題このアルピナという名前がついた新車が今後出てくることはないということでですね、2026年の1月1日まで、2025年がね事実上のアルピナラストイヤーになるということでですね注目を浴びているわけなんですが、しかし1月1日までなので、なんとまだこの D3S ツーリングはじめですね B3 もそうですし、アルピナ社が販売している車まだ買えるということで、今年ですねこの、石器輸入代理販売店であるニコルがですね結構しっかりと広報車を貸してくれておりまして、でそこの広報の森さん仲良しなので、今回ですね長距離のツーリングに快くこれを貸し出してくれたという話でございます。ということでですね山形まで来てるんですけれども、あとですねもう一人知人が XD3 を買われまして、で、とにかく長距離が全然辛くないから一回乗ってみてみたいな話をねいただいてたということもありまして、だったら長距離乗ってみたいなと。なんかこんな仕事をしていながら日本で長距離ドライブすることが実はなかなかないというですねちょっと皮肉な仕事でもあるので、って言いながら釧路で死ぬほど車乗ってきたんですけど乗ってるやんかっていう話なんですけどね、でもえいやという気持ちがなければなかなか行かないっていうのがこの仕事の実情というか私の実情でもありまして、ライブを見に来るのにこの車を選んでみたということなんですね。でこのアルピナなんですけれども、今新しいですね X3 はじめ、3シリーズ新しくなってきましたけれども、これの1個前の後期型になります。それに合わせてデジタライズとか、この辺のインターフェースのね変更などはされてますけれども、超最新世代ではなく一つ前のモデルのベースになっているということでですね、こちらのモデルはマイルドハイブリッド化をされました3シリーズがベースになっています。なので結構ねデジタライズをされていて、ちょっとアルピナっぽくないねこの太いステアリングがついたりとかもしていて、この辺はですねADASとの都合もありまして、このステアリングのね配置が最新世代にせざるを得なくなったと。でアルピナらしいですね細いエレガントなステアリングではなくて結構太めのステアリングなんですけれども、これはおそらくですよおそらくほとんどの人がですねアルピナで
ってすごくこの所持のライフが長い車なので、新しいものが出たからといってパッとアルピナを買い替えていくっていうことがなかなかできない、台数が少ないっていうね、問題もありまして、ないと思うので、仙台比較をする人は本当にレアだと思いますし、仙台比較をする人は多分私よりももっと詳しい人だと思うので、その辺は言及しませんが、とにかくですね、ステアリングが本当M とまではいかないけれども結構太くなって BMW らしいねステアリングになりましたよというのがこの世代の特徴でしょうか。なので、こういうねお仕事させていただいているので、仙台型も乗らせていただいておりますけれども、ごく個人的に言えばですね、このデジタライゼーションは今アルピナを買う層にとっては非常にありがたいのではないかと。でここまでねもう山形なので東京都内からここまで乗ってくる間にエイダスも使いましたけれども、さすがその辺はですね BMW ですよ。非常にエイダスもですね信頼性が高く、都内から外に出る時にですね、郊外に出る時にかなり東北道に乗るまでにね渋滞をしたんですけれども、そこが楽ちんです。これはですねロングディスタンスのドライブっていう意味でも非常にそのアルピナならではのツーリング性能と相まって運転しやすいね利便性の高いものでありましたということですね。でそのアルピナならではのロングツーリング性能っていうのはちょっとお話を後にするにしてですね、まず、このエンジンとかトランスミッションとかそのアルピナたるやみたいなところをお話ししていきたいなと思います。まずですね搭載されているのは私のは D3 なのでディーゼルです。こちらにもちろんガソリンエンジンバージョンもありますけれども、この D3 に搭載されているのは3なので BMW の3シリーズをベースにしている車ではあるんですけれども、直6のディーゼルが搭載されています。BMW の3シリーズには現在4気筒のディーゼルしかないので、BMW ベースの車として6気筒のディーゼルを味わえるのは実質このアルピナだけということになりますね。だからね、BMW だと X5 とか X7 とか、大きなね車に搭載されているこれよりも上のクラスにはですね直6のディーゼルがあるんですけれども、シリーズのボディに乗っかっているということで、そりゃいいだろうとそりゃパワフルだよねという話です。初言としては、これ欧州値になるんですけれども、BMW 版は 340PS に対しまして 355PS の720ニュートンメーターというですねものすごい初言が出ております。それはいいですよ。何回も言いますけどね、この BMW らしい直6のですね本当に滑らかで繊細な吹き上がりというのがですね、非常に気持ちいいと。ただしこれね、私はこの次の世代の X3 のディーゼル、新しい世代のねマイルドハイブリッドのディーゼルにも乗っているので、ちょっとですね実は乗り始めの時にあれこんなだっけっていうのをちょっとネガティブな気持ちで受け止めてしまったんですね。でそれはもう今の世代の BMW がもうものすごいいいんですよ。でこのマイルドハイブリッドの制御とかも相まって、非常にですねシルキーで滑らかなディーゼルエンジンというのをですねやっぱり叶えているっていうところが新世代になるとやっぱりこれあんまり言いたくないんですけど、最新の車が最良の車というところにつながっているのかなと思わせるほどにものすごい今の世代の BMW のディーゼルエンジンもいいんです。なのでやっぱり、そうなってくると一つ前の世代のこのパワートレイを搭載しているアルピナになってくると、あれ私が一番最初にアルピナに乗った時の新鮮な喜びみたいな、うわすごっていうのがちょっとそげたかなと思っていたんですが、これはねちょっと後でお話ししましょうか。というわけで、エンジンの初言はそんな感じになっております。さらにですね電子制御系が全てアルピナ独自のプログラムに書き換えられています。例えばですねエンジンのマネジメントですね、これは燃費もそうですし、またあと走行モードがねいろいろありますので、それに対する細やかなですね燃焼のマネジメント、こちらとそれからもちろんトランスミッションも書き換えられています。ちなみにですねZF 製の8速のトランスミッションが備えられていますけれども、このね8速あるっていうことの恩恵っていうのをですねやっぱりこれだけの長距離乗ってくるとめちゃくちゃ恩恵感じました。今
今自分の乗ってる車がですね6速のトランスミッションということもありまして、いやどの時代のどの車って感じなんですけど、もうね8速あるとそりゃ燃費もいいし静粛性も高いですし伸びますよね。ディーゼルってやっぱりある程度回転数が上がってくるとそこで頭打ちをしちゃうっていうエンジン特性があるんですけれども、これがトランスミッションとの組み合わせのおかげでめちゃくちゃシームレスでさらに高速域まで伸びていくっていうところにすごく良さを感じました。加速の先に気持ちよさがあるっていうところを実に実感できるエンジントランスミッションの組み合わせだと思います。さておき話を戻しますけれども、あとはですね、もちろん LSD であるとか、それから4駆のね制御であるとか、それから電動ステアリングですね、この辺の制御もですね電子制御系は全てアルピナが独自に書き換えていると。それからですねパワートレーン系で言えばインテークマニホールドとか、それからエキゾーストシステム、それからエアクリーナーですね、この辺もですねアルピナ独自のものに置き換わっていると。でこんな初見だけねバーって言ってても何のこっちゃと何が違うのと、ちょっとパワフルなエンジンが搭載された BMW じゃないのと、値段がすごい高いんじゃないのというねお話が出てくると思うんですけれども、これはね本当にねアルピナ1回乗った人はみんなジャーナリストも軒並みねものすごい評価がいいわけですよ。これどこがというと本当に上品なんですよ。先ほどですね720ニュートンメーターで 355PS というお話もしましたけれども、この初見のほとんどをもう余裕に使っていると言ってもいいぐらいにドヤ感が全くないんですよ。黒子に徹しているっていうところに、集約されるんですけれども、このパワーとそれからトルクとそれから BMW ならではのアジリティっていうのをですねエレガンスっていうところに振っている唯一無二のメーカーかなというふうに思うんですね。だからこそこのアルピナはアルピナじゃないとダメっていう人もいるし、ロングツーリングでこそ魅力が生きるというところに相通ずる部分でもあると。初めて試乗した時私も経験が浅かったのでもうすごいってしか言えなかったんですよ。すごい、何これ、すごい、めちゃいいみたいなことしか言えなかったんですよ。なんですけれども私もね成熟しましたね。いろいろあれって思ったところも含めてありましたっていうのも言えるようになりました。しかしですよ、あの時に感じたサスペンションのフィールだけは今乗ってもやっぱり同じでした。もう誰が乗ってもわかるね。内外装と使い勝手編今一度見てください。これ実はですね20インチのタイヤとホイールが入っております。で20インチなんですよ。これねオプションなんです。でこの20インチを選ぶとですねなんと90万を超えるというですねものすごい高額の鋳造の中空のものすごい軽い、そしてものすごいしなやかなホイールが入っております。ということもありまして20インチですよ。見た目めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。なのにもかかわらず普通優勝オプションの大きいホイールつけると絶対に乗り心地が悪くなるんですけれども、めちゃくちゃしなやかなんですよ。しとやかさ、そうですね、もうしなやかさというよりもしとやかなんですよね。この車シック、足回りがものすごいお行儀がいいんですよ。今、山形からですね米沢の方に抜ける道を走っているんですよね。でこの道が私あえてですね第一車線を走っておりまして、ここが驚くほど路面が荒れております。この路面荒れ荒れの路面をしてですよこの振動で済んでいるっていうのと、ステアリングにもうほとんどその微振動しか来ないなんですけれども、明確に20インチらしくその路面の状況を伝えてくるっていうところのこの足の制御、これは一体どういうことでしょうか。なんでこの扁平で、しかもタイヤペラペラなんですよね。なんでこの扁平でこのしなやかさが出せるのか。私このアルピナに関してしかここまでのサスペンションを実現しているメーカーが、この扁平でこの実現しているメーカーがアルピナしかないと思ってます。速い車っていうのは、おそらくそのトルクとかパワーとか LSD 使うとある程度操作できる時代になってきているし、ここの俊敏性っていうのはもともとの車の性格っていうのにものすごく引っ張られるところではあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんですけれどもこの足と合わさるとどうしてこのトルクがもうシャニムに踏みたいみたいな気持ちを削いで、さらにその先のゆとりっていうのを求めるっていうところがちょっと哲学的というかね、この車ただ柔らかいというだけではないめちゃくちゃレディーライクなサスペンションを持っている。
ブレーキのタッチも本当にすごくて、アルピナといえば問題点とちょっと関わってくるんですけれども、めちゃくちゃブレーキがよく効くんですよね。高性能なスポーツカーっていうのは大体もうそれはブレーキよく効くんですけれども、ブレーキの効かせ方にもやはりマナーというかそのトーンがあって、アルピナの効かせ方はものすごいジェントルです。全プレミアムツーリングのお手本になるぐらいのものすごいねジェントルな効き方をするんですけど、カツンと効くっていうね。なんですけれども、ちょっとオーバースペックなのでブレーキが割とですね、この美しいアルピナのですね20本スポークのホイールが汚れちゃうっていうですね、実はネガティブもあって、ここ致し方しなんですけれども、まあとにかくよく効きます。でこのタッチの合わせ方とかももちろんアルピナ流の合わし込みがすごく繊細になされているということなんですよね。もうね、一踏みで分かるぐらいのものすごいいいタッチのブレーキが入ってます。こういうその性能全部が合わさると、さあどうなってくるかというとですね、最初にねちょっとお話ししましたけれども、あれもうちょっと今の世代、もう本当にね今の世代の BMW のディーゼルめちゃくちゃいいので、今の世代のっていうかもうね、もう代を増すごとにどんどん良くなっている、ね、電動化って言ってますけれども、やはりその ICE の技術っていうのもたゆまぬねブラッシュアップがなされているっていうところもさすが欧州メーカーという感じがするんですが、新しいね BMW のディーゼルエンジンがすごくいいがゆえに、あれって思ったところがですね、都内を抜けて、東北道に入ってきたあたりからですね、もう一気に吹き飛びましたね。時速90キロ、95キロですね厳密に言うと、から100キロ超えて120キロに行くまでちょうど110キロあたり、めちゃくちゃ気持ちいいです。もうびっくりするぐらいビカッと吸い付くようなっていうのはこういうこと言うんだろうかっていうぐらい、これね欧州車よくあるんですけれども、高速域になればなるほど挙動が安定するって、もうそれの頂点それの最上級、すっごい静かになるし、ものすごいフラットになるし、ハンドルがむしろこう座るというか、ピタッと挙動が落ち着くんですよね。それまで少し感じていたその一番最初に言ったね、ちょっとした今の世代のエンジンやっぱもっといいぞっていう感じが綺麗に払拭されて、なんと全域でこの車がめっちゃ好きになってきます。この吸い付き感っていうのを一回味わってしまうと、他を全て凌駕するというか、その一回経験した吸い付き感が全ての走行域にあるのに気づくんですよね。あ、ここもそうだった、ここもそうだったっていう答え合わせがどんどんできていくので、もしかしたらその街中のちょい乗りではこの車の全てを知ることができないかもしれません。もうね、東京山形一瞬ですよ。全く疲れなかったし、それはもうやっぱシートの設計もすごくあると思うんですけれども、この踏み心地とリニアリティの高さ、その高次元の融合っていうところにあるような気がします。まさにワインディングロードに入ってきていて、結構ね右へ左へつづら折り、ここ1時間ぐらいの感じのねずっと走ってるんですけれども、こういうところでもそのコーナリングでの空力の良さ、しなやかさ、吸い付き感、それからハンドルの機敏すぎないゆったりさで、これをね感じることができて、山道もめちゃめちゃ快適です。でもう一つ素晴らしいところ、これはねコンフォートプラスにあります。でこれが走行モードなんですけれども、走行モードもちろんですねここにあって、スポーツとコンフォートと分かれています。でスポーツはスポーツとスポーツプラスがありまして、ここは機敏に走りたい方専用なんですけれども、やっぱりおすすめはコンフォートプラスなんですよね。それが一番やっぱアルピナらしさっていうのを感じられるところだと思います。このコンフォートとコンフォートプラスなんですけれども、正直、コンフォートも十分にいいです。いいんですけど、さらにその上行くのがやっぱりコンフォートプラスで、これはね山道で乗っててもだるさのないコンフォートっていうのが本当にぴったりくるかなと思います。だいたいコンフォート系ってちょっとだるだったりとか、インフォメーション遅かったりとか、あんまりねその俊敏性っていうところと相入れない部分が多いことが多い。この車に関してはコンフォートプラスにした瞬間のサスペンションの動きがグドンではなく、しっかりとコンフォートに寄っている。だからルーズとかレイジーとかではなくて、しっかりコンフォートになっているっていうところが本当にアルピナの味なんだなっていうところを感じますよね。さてここでですね、このアルピナラストイヤーと言われておりますが、なんとまだ買えます。ドドン
オーダーはですねまだ受け付けておりまして、2026年に納車がなってしまう。おそらくですね、そう納車は2026年に持ち越されてしまうんですけれども、まだ新車で買えます。この動画を見ていいんじゃないって思った方はですね、ちょっと早めにつばつけていただくのもいいかなと思います。今後もねブランドは存続するとは言いながらですね、同じような車作りはおそらくされないということね、商標がBMW に移ってしまうので、 BMW が今後どうするかですよ。この顔がどうなるか、アルピナっていうものがどうなっていくかっていうのはちょっとまだわからない状況なんですよね。なので今のアルピナが欲しい、アルピナ家のアルピナが欲しいという方はこれを、早速買っていただきたいと思います。そして今ね私結構びっくりしたんですけど、アルピナってものすごい高価な車の印象があったんですよ。めちゃくちゃ高いなんですけれども、実はもう高いめっちゃ高いと思ってて、3シリーズだしね余計に高いと思ってたんですけど、今他の車がどんどん高くなっていってるので、この車本体価格1600万円ぐらい、あれって思いません？なんとなく買えるんじゃないか感が出てきてしまっている。いや高いですよ、高いですし、絶対的にはそれはねちょっとじゃあ買えるのかって言われたら私も難しいですけど、しかもこの車はですね100万近いですね、オプションがもうバカスカ入っていて、その昔ほど目が飛び出るほど高いっていう感じではちょっとなくなってきていて、あら意外とっていうね、この味でこの価格なかなか出ないよ。この味は本当にアルピナじゃないとっていうね、唯一無二感はやっぱりねすごい健在でした。自宅で簡単ガラスコーティングシラザン50。はい、というわけで今日はこちら BMW アルピナ D3S ツーリングお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。まだ買えるということで気になる方は早めにチェックしてみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。